おはようございます。阿部義俊です。その一発撮りに挑戦してるわけですけど、やっとマイク、まだちょっとケーブルが短いんで、手元まで届かないんで、ちょっとダメかもしれないですけど、ロードの、ややいいマイクを、家から持ってきたんで、こいつがうまく音を拾ってくれてれば、一発撮りできるかなっていう感じですね。まだちょっと音量が足りないんですよね。これ以上、向こうの原因を上げちゃうと、部屋中のノイズを拾い出しちゃうんで、難しいとこですね。まだちょっとこれを使って1回は、編集をかけないとダメかもしれないです。これなくなったらでも本当に楽かなと思います。で、またこの、とりあえず撮影環境の話からちょっとさせてもらうと、本題につながってる話なんで、今ここに相変わらずシグマの FPL があって、で、よいしょ。この 50mm の古いタイプの F1.4 の昔のそのシグマの SD クワトロとか、その辺のカメラに使っていた SA マウントのレンズにマウントコンバーターをつけて、よいしょ、マニュアルフォーカスで繋いでいる状態が、自分の中で今のところベストの自分の好みの画質というか、画角というか、そんな感じだったんですけど、とりあえずそこをゴールにして、もうちょっとジタバタと模索してみたくて、その前回みたいにライカの自分の中のガビガビにその、ジャンク品のズミクロンの 50mm の F2 とかをつけてみて、モワモワの写りだったんで、諦めたりしたんですけど、じゃあ今回これ何かっていうと、もう一つ 50mm のライカのレンズ僕持ってて、これまた、バルサム切れが起きていて、そのレンズの表面のコーティングの、素材が剥がれてきちゃっていて、ほぼジャンク品に近かったんですけど、もうちょっとその前回のズミクロンよりは状態のいいズミタールの 50mm F2 をつけています。開放の F2 で使っていて、今ちょっと部屋のライトとかも改善したんで、ISO が400までその下げることができて、なのでノイズ感みたいなものは、かなり抑えられてるかな。最終的にはこのシグマの 50mm の F1.4 を、例えば F1.4 とか、あるいは F1.6 とか、1.8 とか、そのあたりで使ってると ISO が100とか、125とか、なんか結構低く抑えられるんで、その辺までいくともちろんその最高の画質というか、性能を発揮できる感じなんですけど、ピントどこだ？この辺か。結構ピントの合唱するエリアが、狭いですね。やっぱり F2 なんで。あんま頭を動かさないで喋りますけど。で、今まではここに、植物を育てる用の、ウツボカズラですけど、黄色いライトがあったんで、シグマ FPL のそのカラーモードがティールオレンジっていうそのちょっとシネマティックな、カラーモードであること以上に自分の肌色が黄色く映ってしまっていて、今もまだちょっと黄色いですけど、それが、なかなか難しいところだったんですけど、今、白い、電気スタンド1個持ってきて、その黄色を緩和しています。まだちょっとオレンジっぽいけど、だいぶ、抑えられたかなという感じですかね。そして、机の上をなんか賑やかにしてみたり、こっち側に、ライト1個つけて、部屋ちょっと散らかってるのをごまかせないかと思って、グリーンを置いたりしています。で、これをやってる時にはっと思ったんだけど、俺これシンプルに撮るっていうことを目標にしてなかったけどと思って、ここにライトをつけるとか、ここにライトをつけるとかみたいなことを始めてしまうと、撮ろうと思った時にボタン一つで始めるっていうのが最終目標じゃなかったっけかと思って、で、このレンズをいろいろ凝り始めるとか、その完全に遠回りじゃないですかね。その今言ったみたいな、この、50mm の F1.4 がとりあえず自分の中ではそのベストの、環境に近いので、なので、安全に無駄なことをやってるんですけど、これはこれで自分の中ではいいかなと思います。いいかなっていうのは、だからシンプルにならなくていいかなじゃなくて、なんかシンプルにしたいっていうその目標のためにやらなきゃいけないことって無駄の洗い出しなんです。無駄を削ることっていうのはもちろんその作業工程の中にそのやらなきゃいけないことではあるんですけど、じゃあ何っていうと無駄とは何かっていうところが分かってないとその無駄を削るにいかないじゃないですか。で、自分の場合はまだそのシンプルに何かをやるのところに到達していないので、今やることは無駄なことをして最終的にこれを取っ払っていく。で、そうですね、無駄を削るために自分の場合ですけど、やらなきゃいけないことって無駄なことをすることに飽きるということなんですよ。やり尽くして。そうじゃないと、まだここに何か可能性があったんじゃないかなみたいなことをぐねぐねと考え始めて、なかなか無駄を削ることができないんですよ。だから部屋とかも散らかっていくんだけども。
そういう性格なんですよ。でもそういう性格の人間でも、例えば今言ったみたいに、その無駄をやり尽くすとか、失敗をやり尽くすみたいなことで、最終的に何がしかその到達できるわけですよ。と信じて、今このように無駄なことをたくさんしておりますと。家の中、ここは仕事場ですけど、自宅のそのカメラ、棚みたいなものを漁っていたら、ここに、ニコンの古い、ニッコールレンズの 28mm の F3.5 日本光学ジャパンって書いてありますけど、ニッコール H ってやつか。ニッコール HO と、ってやつが出てきて、これも結構気に入っていて、で、ニコンのマウントをライカの、M マウントに変換するマウントアダプターを見っけてきて、今それをつないでるんで、これをさらに、ライカの M をライカの L に、変換するマウントアダプターをつけて、さらにそのライカの、スクリューの L を、今の FPR のその L マウントアライアンスの方のライカ L に、だからマウントアダプターを3つつけることになるのか。でもそれを経由することで、精度が心配ですけど、このニッコールもつけられそうなんで、ちょっとこれもそのうち試してみたいかなと思っていたりしますと。で、無駄を省くというゴールのためにやんなきゃいけないのが大量に無駄なことをするっていうこと、なんだなっていうことを自分の場合はなんかそういうものの考え方をする人間なんで、どのぐらい前だろう、去年、子供の授業参観かなんかを見に行った時に、担任の先生に突然なんかお子さんをどんなお子さんに育てたいですかみたいな質問をなんか突然振られて、で僕はその時に子供を見に行こうと思って教室入って、まだその30秒と経たないうちに突然何かちょうどその質問をしているところに、ちょい遅れで入ってきて「どうも」って言って入ってきたら「あちょうどいいお父さんお答えください」みたいな感じで質問を振られちゃって、で考える間もなくと思ってびっくりして、とっさに出た言葉が「たくさん失敗してほしいです」って言ったらなんかクラスがどよめいちゃって「何?」って言われて、ちょっと先生もどういうことですかみたいになってしまって、でその時にちょっとしどろもどろでなかなか説明が難しかったんだけど、とっさに思ったのは、だから今言ったみたいに僕自身は失敗をやり尽くすと一歩進むみたいなタイプの人間で、なんか効率悪いんだけどっていうのもあるし、その時に思ったのは、だから例えばだからゲームの例えばドラクエみたいなロールプレイングの世界とかだと、失敗するとお金を失って、あるいは経験値とかを失って、敵に勝つと成功するとお金と経験値が手に入るみたいなゲームシステムじゃないですか。だけど自分の中では現実は全然違っていて、成功するとお金が手に入ったり、達成感が得られたりして、失敗すると経験値が手に入ってレベルが上がるんですよ。だから何て言うかな、レベルアップしてその上に行くために必要なのって大量の失敗の経験の蓄積、経験を蓄積することだと思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱこれをやったらうまくいかなかったっていうことが積み重なっていかないと、これをやるとうまくいくんじゃないかっていうその方向性が見えてこないというか、なので、あるいは例えば失敗してはいけないってなったら、もう何も挑戦しなくなると思うんですよ。失敗したら怒られるみたいなことになっていたら、じゃあ失敗しない範囲のことをやろうってなってしまうんで。で、じゃあそういう状況の中で失敗しない子供って優秀なのか、大人もそうだけど、失敗しないやつって優秀なのかって言ったら、失敗しない程度のことしかしてないやつってことになるじゃないですか。なので、やはり失敗するってことがすごく大事で、すごくその成長の要になっている。だからこういうことを言うと、じゃあわざと失敗すればいいのかっていうと、もちろんそれではダメで、わざと失敗するってことは、失敗しようっていう目標を達成してしまってるので、失敗するってことに成功しちゃってるじゃないですか。そうじゃないんですよ。なんかうまくいこうと必死にあがいているんだけど、なんかうまくいかないみたいなことをたくさん経験していくと、どうやったらうまくいくかがじんわりと見えてくる。多分ものすごい頭が良くて筋がいい人はもうそんなことをする前にスパッと正解のルートが見えるんだと思うんですけど、僕は全くそういう人間ではないので、僕にできることっていうと、とにかく大量に失敗することで。今やってることも失敗の洗い出しだったりするわけです。これをやり尽くすと多分これが無駄なんだなみたいなことが分かってきて、その無駄を省くとはどういうことかっていうことが自分なりに見えてくるんじゃないかなと思っています。なったりするんで、今これが本当に今ここ机散らかってんなって思った時にとっさになんか空間を埋めたくなってしまって、そういえば今これコーヒー好きなんで、コーヒーの木をコーヒー好きが高じてコーヒーの木を買ってきてしまって、それを鉢植えにして今コツコツと育てているところなんですけど、
みたいなものをちょっと置いてみたりして、その時はだから本当に良かれと思ってやっていて、今撮影を始めてみて気づいてみたら、そうだ、これは無駄だっていう、これをやめるために、シンプルにしようとしてんだっていう話ですよね。というようなことを今ちょろちょろっと考えてみました。ありがとうございました。ちょっとした小話でした。はい、ではでは。